同じ6号針で編んでいきます。2回巻いて輪に針を入れて糸を引き出して編みます。そしたら1回絞って鎖1目編んでから細編みを6目編みます。6目編み終えました。12345 6目。そしたら、糸端を引っ張って動いたこの糸から絞ります。そしたら、最初の目、この鎖になってるとこの12345 6目前のこの目が最初の目になるので、こちらの目に糸を引き抜きます。これで1段目が終わりました。2段目は1目の中に2回ずつ細編みを編み入れていきます。立ち上がり鎖1目編んで1目の中に2回ずつ細編みを編み入れていきます。その時にこの糸端も一緒に編みくるんでいきます。目に針を入れたら、針の上にこの糸端を乗せてから細編みを編みます。また同じ目に針を入れて糸端を針の上に乗せて細編み。今度は隣の目に針を入れて糸端を乗せて細編み。同じ目に針を入れて糸端を乗せて細編み。これを繰り返し編んでいきます。隣の目に針を入れて糸端を乗せて細編み。同じ目に針を入れてこのように編んでいきます。一周糸端も一緒に編み入れていったら、糸端の方はもう一緒に編みくるまなくて大丈夫です。12目編み終えたら最初の目、ここが最初の目になるので、わからない方は最初の目編んだ時にマーカーをするといいと思います。それか、ここから123456789101112と数えて、こうやって引き抜いてもいいと思います。糸を引き抜きます。絞って、これで2段目が完成しました。3段目は1目おきに増し目をしていきます。立ち上がり鎖1目編んだら細編みを編んで、次の目は細編みを2回編み入れます。で3目目は普通に細編み、4目目は細編みを2回編み入れます。これを繰り返し編んで、3段目18目になります。はい、
18目編み終えたら、最初の目に針を入れて糸を引き出して、このように引き抜きます。これで3段目が終わりました。4段目は増し目なく1目の中に1回ずつ細編みを編んでいきます。5段目は、1目をきに増し目していきます。立ち上がり鎖1目編んだら、最初の目を増し目します。1目の中に2回細編みを編みます。そしたら次の目は普通に1回細編みを編んで、次は2回細編み、次の目は1回だけ、次の目は2回、これを繰り返し編んでいきます。そうすると5段目は27目になります。で、6段目は増し目なくそのまま細編みで27目編んでください。はい、そしたら7段目です。7段目は、弦目に入ります。立ち上がり鎖1目編んだら、1目をきに目を減らしていきます。最初の目は普通に細編みを編みます。次の目は1目減らします。目の中に針を入れて糸を引き出します。そしたら次の目に針を入れてまた糸を引き出します。そしたら、針に糸をかけてこの3目を同時に引き抜きます。これで、1目が減りました。次の目は普通に細編み、次の目は弦目、糸を引き出して引き抜きます。次の目は普通に細編み、これを交互に繰り返していきます。そうすると7段目は18目になります。8段目は弦目なくそのまま18目細編みで編んでください。そしたら最後弦目して終わります。弦目の時も普通にまた最初の目に針を入れて糸を引き抜きます。8段目はそのまま18目細編みで編んでいきます。8段目の最後に来ました。糸を引き抜いて9段目はまた交互に弦目をしていきます。立ち上がり鎖1目編んだら、最初の目と次の目、糸を引き出して針に糸をかけて一度に引き抜きます。これで1目減りました。次は弦目なく普通に細編みを1目編みます。次は弦目、で次は普通に細編み、次はまた弦目、これを繰り返し編みます。で最後は普通に細編みを編んで、そしたら最初の目に糸を引き抜いて、でそのままこの耳を本体につけるので
その分を残して糸をカットします。はい、これで出来上がりました。そうしたらこれを同じのをもう一つ編んでください。そのまま、本体につけていきたいと思います。とじ針に糸を通して、そしたら、本体ここが、立ち上がりのところになるので、これを後ろ中心にしたいと思います。で、1,2,3,4,5段下がったところの、ここら辺に1,2,3,4,5段のここら辺にこのように縫い付けていこうと思います。こちらも1,2,3,4,5段下がったここら辺につけてください。ここら辺かな。これは自由に縫い付けてください。目は半目でもいいですし、この、最終段の目の頭に両方このように拾ってもいいと思います。2、4、5、ここら辺かな。もうちょっと上だったかもしれないですけど、裏もこのように目を拾って縫い付けてください。今一番お好きな位置でいいと思います。適当に反対側に糸を出してカットします。はい、このように縫い付けました。反対側も同じようにつけてください。はい、このようにつきました。そしたらこの真ん中に鼻先というか口元というか、この白い、ところを作っていきたいと思います。では輪の作り目から編んでいきます。この、編み方は耳の編み方と4段まで全く同じなので、4段まではそちらの編み方を見て編んでください。1段目は細編み6目編んで、2段目は細編みで12目編んでいきます。3段目は細編み18目、4段目は増し目なく18目編んでください。はい、4段目まで編んできました。こちらの編み始めも隠れてしまうので、編みくるまなくてもいいです。どっちでもいいので、そのままに、して編んできました。5段目も増し目なくそのまま1目の中に1回ずつ細編みを編んでいきます。
はい、5段目の最後に来ました。最初の目に糸を引き抜いて、次の6段目は減目に入ります。1目おきに減目していきます。立ち上がり鎖1目編んだら、最初に細編みを1目編みます。そしたら次の目と次の目を拾って2目一度の減目になります。これで1目減りました。で次は普通に細編み1目で、次の目と次の目を引き出して一度に引き抜いて、これで減目になります。これを交互に編んでいきます。最後は減目で終わります。で最初の目に糸を引き抜いて6段目が終わります。7段目は、減らし目なくそのまま細編みを12目編んでいきます。8段目は、2目1のの減目を編んでいきます。立ち上がり鎖1目編んだら、最初の目と隣の目を引き出して一度に引き抜きます。これを繰り返し編んでいきます。そうすると8段目は6目になります。そしたら、最初の目に糸を引き抜くんですけど、これで片方の形が出来上がりました。ここに、潰してつけてもいいですし、これは綿が入ってないんですけど、入ってなくてもこのぐらい膨らみがあります。もっと綿を入れたいよっていう方はこの中に、綿を入れてもいいと思います。入れるんだったら今入れないとちょっと入れづらいと思うので、次9段目中に2回ずつ細編みを編んでいきます。同じ目に針を入れて細編み、隣の目に針を入れて細編み、また同じ目に針を入れて細編み、このように1目の中に2回ずつ細編みを編んでいきます。で最初の目に糸を引き抜いて、これで9段目が終わります。10段目は増し目なく細編みで12目編んでください。11段目は立ち上がり鎖1目編んだら、1目おきに増し目をしていきます。1目細編みを編んだら、隣の目は増し目、同じ目に針を入れて2回細編みを編みます。次は普通に1目の中に1回細編みを編んで、隣の目に針を入れて細編み、同じ目に針を入れて細編み、次は
細編み1回、次は細編みを2回、細編み1回、次は細編み2回、これを繰り返し編んでいくと11段目は18目になります。で、12段目13段目は増し目なく細編みで18目編んでいきます。はい、そしたら14段目は、1目おきに減目をしていきます。最初に細編み1目編んだら次は減目、次は細編み1目編んで、次は細編み2目一度、次は細編み、次は減目、これを繰り返し編んで、12目になります。最後は減目で終わります。そしたら糸を引き抜いて14段目が終わりました。最後、15段目立ち上がり鎖1目編んだら、前目減目していきます。2目一度の減目、次も2目一度の減目、これを繰り返し編んで、最終段は6目になります。最初の目に糸を引き抜いて、あと本体につける部分を取って糸をカットします。はい、そしたらとじ針で穴を閉じていきます。端のこの半目を拾って絞ります。で、絞ったらそのままこちらに、真ん中を見て、縫い付けていきます。縫い付け方は本当位置もお好みで決めてつけていってください。こんな感じでつけていきます。はい、このようにつけました。そしたら目を編みたいと思います。2周巻いて輪の作り目から、立ち上がり鎖1目編んで細編みを6目編みます。6目編んだら、糸端を引っ張って動いた方から絞っていきます。はい、そしたら最初の目に糸を引き抜いて
そしたら、2目だけ編みます。2目1目の中に2回細編みを編んでいきます。立ち上がり鎖1目編んで、目に針を通してこの糸端を巻き込んで編みます。細編み1目、もう一回同じ目に針を入れて細編みを2回編みます。次の目も、糸端を入れて細編みを2回編み入れます。はい、そしたら、本体に帽子の本体に縫い付ける分を残して糸をカットします。あと、こちらの糸端も邪魔なのでカットしちゃいます。そしたらとじ針で、ちょっと黒なので見にくいんですけど、最初の目に針を通して、で今最後編んだ目の頭のところに、戻してこのように、全く見えないですけど、このように鎖を今作りました。はい、そしたら目の真ん中、白いところを、後ろから針を出してこのように V でもう一回そしたらちょっと反対の方にもう一回ちょっと上の方から今度このように2回糸をそしたら後ろに少し縫い付けてカットします。はい、同じようにもう一つ作ってください。そしたら今度はここの黒の横の縞を作りたいと思います。鎖の作り目から編んでいきます。結び目を作ってここから鎖を16目編みます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16編んだら立ち上がり鎖1目編んで、でまた、この鎖の半目でいいので拾って細編みを編んでいきます。16目編んでいきます。2、3、4、はい、16目編んだらこの最後の目はもう2回細編みを編み入れます。1、2、そしたら、あと14目普通に細
細編みを編んでいきます。そしたら、最後に来ました最後の目は、2回細編みを編み入れます。最初に1目編んでるので、最後2回編んで、最初の目は3目編んだことになります。こっちのサイドも3目編み入れたので、こっちも3目になります。で、最初の目に糸を引き抜いて、これで全部で34目細編みを編みました。そしたら糸を引き出して本体に縫い付ける分ぐらい残して糸をカットします。これを4本同じものを編んでください。鼻先を編みます。輪の作り目から立ち上がり鎖1目編んで細編みを6目編みます。6目編んだら糸を絞って最初の目12345目、最初の目に糸を引き抜きます。そしたら、1目の中に2回ずつ細編みを編み入れていきます。立ち上がり鎖1目編んで細編みを2回ずつ編んでいきます。今度次の目に針を入れて細編み、同じ目に針を入れて細編み、隣の目に針を入れて細編み、同じ目に針を入れて細編み、これを繰り返して2段目12目編んだら編みます。最初の目に糸を引き抜きます。糸端はそのまま一緒にこの中に入れちゃうので編みくるまなくていいです。そしたら3段目4段目は増し目なく12目細編みを編みます。はい、4段編み終えたら最初の目に糸を引き抜いて、これで鼻先が編み終わりました。そしたら本体に縫い付ける分だけ残して糸をカットします。はい、鼻先が出来上がりました。最後にこちらの縦縞を編んでいきたいと思います。鎖の作り目から編んでいきます。ここから鎖を36目編んでいきます。はい、36目編んできました。そしたら立ち上がり鎖1目編んで、最初の目この1目前の、鎖の半目でいいので拾って細編みを3目編みます。3、そしたら鎖を3目編みます。1、2、3。それでこの
横の部分になります。そしたら、長編みを編むので立ち上がり鎖3目編みます。1、2、3目。そしたら、3目前のこの、3目編んだところの目に針を入れて、これは裏山を拾って長編みを編みます。あと2目長編みを編みます。はい、そしたらここ鎖1、2、3目2目飛ばして3目目に針を入れて糸を引き抜きます。そしたらまた3目細編みを編みます。1、2、3目。そしたら次は5目鎖を編みます。1、2、3、4、5目編んだらまた立ち上がりの鎖3目編んで、この3目前の5目目のところ、鎖5目目のところに針を入れて長編みを編みます。あと4目長編みを編みます。3、4、5目。はい、長編み立ち上がり鎖3目と長編みを5目編みました。そしたらまた2目飛ばして3目目に糸を引き抜きます。でまた、隣の目から細編みを3目編みます。そしたら、次は鎖7目2、3、4、5、6、7目編んだら立ち上がり。立ち上がりをする前にここ自分で指で押さえて、マーカーの代わりにここの今度長編みを入れる目のところこうやって押さえておきます。1、2、3目。そしたら糸をかけてここの裏山を拾って長編みを7目編みます。ちょっと黒なので見えないんですけど、この裏山を拾って編みます。ポコンと鎖の裏側に出てるところを拾って編んでいます。はい、2、4、7目長編みを編んだらまた1、2、3目目に糸を引き抜いて、でまた3目細編み1、2、3目細編み。そしたら、また5目鎖を編んでこのように編んでいきます。なんで次は、3目置いて3目のこの編み方を編んでいきます。はい、そしたらこのように編んできました。こちら
長編み5目編んで3目飛ばして、鎖3目でまた長編み3目編んだところです。そしたら、こちら鎖が6目余ってると思うので、細編みを6目編みます。3、4、6。そしたら折り返すので、ここの同じところの最後の同じところの目にあと2目細編みを編み入れます。その時折り返す時この糸端も一緒に編みくるんでください。そしたら、最後から次のこちらの目あと5目この糸端を編みくるみながら細編みを編んでいきます。2、3、4、5目編んだらまたこちらと同じように編んでいきます。鎖3目で、立ち上がり鎖3目で長編みを3目編んでいきます。1、2、3編んだらもうこの糸端は入れなくていいので、1、2、3に針を入れて糸を引き抜いてまた細編み3目1、2、3目そしたら鎖5目で立ち上がり鎖3目で長編み5目編んでいきます。たらここでは鎖7目で長編みを7目またここでは、鎖5目編んで長編み5目で最後、鎖3目で長編み3目編んでいきます。鎖3目はい、このように編んできました。最後3目の長編みのところまで編んだら、3目目に糸を引き抜いてで細編み1、2編んで3目目最後の目はもう1目細編みを編んでそれで最初の目に糸を引き抜いてこれで終わります。そしたらこの糸で本体に縫い付けていくのでの糸端をとじ分を残して糸をカットしました。はい、このように出来上がりました。この糸端は編みくるんだので最初の糸端はカットしておきます。はい、そしたら、
この今まで編んだまだ本体に縫い付けていない部品を本体に縫い付けていきます。はい。最初ここまで縫い付けたので、次に鼻をつけて目をつけて、それでこの横のラインをつけて、最後にこちらの真ん中の縞を縫い付けていきます。この縫い付ける位置はお好みでいいと思いますので、この端の部分を本体に縫い付けていってください。はい、このように出来上がりました。サイズは頭回り48センチ、深さ、中心からこの下まで16.5、17センチぐらいになります。3歳の娘がちょうどかぶれるぐらい、ニットなのでもうちょっと大きな子もかぶれると思います。こちら6号針で編んだんですけど、7号針で編めば大人用、レディースサイズぐらいになると思うので、ぜひ親子で編んでみてください。ご視聴ありがとうございました。